んこんにちは。あかね的日本語教室のあかねです。この動画には日本語の字幕と15言語の字幕があります。ぜひ CC をつけながら見てください。今日はまた何かを食べながら話すっていう動画にしたいと思うんですけど、私は今大阪にいます。大阪の Airbnb に泊まっています。この撮影をしているのは10月7日です。いつも投稿するのが遅くなってしまってすみません。どうしても毎月いろいろなところに行けるわけではないので、一回ある場所に行ったらたくさん動画を撮ってそれをちょっとずつ出していくっていうスタイルなので、ちょっとねこの動画が出るのは多分12月くらいになってると思うんですけど、すいません。はい。で、私さっき新大阪駅でこちらを買ってきました。大阪に行ったことがある人なら見たことがあるかもしれないんですけど、すごく有名な豚まんのお店です。今日はこちらのお店で買ったシューマイと豚まんを食べながら皆さんと話したいと思います。で、また語彙コントロールをせずにナチュラルなスピードで話したいと思いますので、ちょっと日本語の聴解の練習がしたいなって思う人はぜひ見てみてください。じゃあちょっと早速、買ったものを紹介しますね。はい。まずはシューマイです。開けます。こんな感じです。シューマイが6個入っています。あとはこちらが豚まんです。いい匂い。お腹すいた。こちらですね。はい。2個入っています。ちょっとよく見えるようにお皿に移し替えますね。ちょっと待っててください。移し替えました。これがシューマイで、こちらが豚まんです。豚まんは2個あるんですけど、ちょっととりあえず1個食べたいと思います。で、本来であればからしがついてるんですけど、私はからしはつけない派なので、このままいただきます。まずはシューマイから。このね、シューマイ1個がすごく大きいんですよ。いただきます。柔らかい。ほんとここのシューマイ大好き。豚まんは手で食べます。手をさっき洗いました。美味しそう。じゃあ割りますね。中が見えるように割ります。こんな感じです。具がぎっしり入ってますね。よし、いただきます。美味しい。今日朝食べないで新幹線に乗ってきたので、今日の1食目美味しい。このね、すごい皮ももちもちしてて本当に食べ応えがあります。美味しいです。よし。で、この Airbnb は多分もう動画が出てると思いますので、こちらをぜひ見てください。ちょっと手洗います。よいしょ。それではちょっとね、今日話したいことなんですけど、なんか最近ね、頑張りたいのに頑張れません。どうすればいいですかっていうコメントが来ました。そういう時あるよね。すごくわかる。誰にでも頑張れない時ってあると思うんですよね。いろいろな理由で。例えば別の悩みがあって頑張りたいことに集中することができないとか、あとはやる気がないとか、本当にいろんな理由があって
頑張れないなって思う時があると思います。で、私もね、実は高校3年生の時、大学受験の勉強中ですね。私は大学受験をするために勉強していたんだけど、頑張れなかったんですよ本当に。で、いろんな原因があって、一番悪いのは自分なんだけど、なんか環境ってすごく大事だなって思いました。別に環境のせいにするわけじゃないんだけど、でも私はね、環境にすごく左右されやすい性格なんです。周りの人の影響を受けやすい性格なんです。で、皆さんそれぞれ性格が違うと思うので、ちょっと私の経験を話すと、私がその高校3年生で大学受験の勉強をしていた時に、周りの友達はね、あんまり勉強していなかったんですね。で、私は塾に行かなきゃいけない。でも周りの子は遊んでるっていうようなことが結構あって、で、私はさ、周りのこのなんか楽しい様子を見て、なんかいいなってやっぱり思うんですよね。もちろん大学に合格したいっていう明確な目標はあるんだけど、でもやっぱりふとこう周りを見ると羨ましかったり、私は一生懸命やってるのに周りの人はなんか遊んでていいなっていうのはやっぱり思いました。で、やっぱりその影響もあって、本当は勉強しなきゃいけないのになかなか集中できなかったりとか、本当に今考えるともっとちゃんと勉強できたんじゃないかなとか、それは自分の心の弱さですね。だからもし私と同じようにちょっとこう周りの影響を受けやすいタイプの人は、やっぱりね、環境を変えた方がいいと思います。でもなかなか周りの友達とかクラスメートとかって、変えることができないですよね。だから、私も最近やってるんだけど、誰でもいいんですよ、本当に。別に近くにいる友達じゃなくてもいいんだけど、私はそのネットで例えばなんか頑張ってる人を見つける、本当に誰でもよくて、芸能人とか歌手とかアイドルとか YouTuber とか、今ネットでたくさんね、いろんな人を見つけることができるじゃないですか。あと時々見るんだけど、なんか勉強仲間を見つけたいみたいな、インスタとかスレッズとか多分 X とかにもあると思うんだけど、そういうので仲間を作る。別にこっちから友達になってくださいって言わなくても、その人をフォローして、この人は今日も頑張ってるから私も頑張ろうみたいに思うのがいいんじゃないかなって思います。でも難しいよね。なんか体調とかもあるじゃないですか。なんとなく今日体調悪いから頑張れないとか、本当そういう時はしょうがないと思うんだけど、でもなんだろうね、その頑張りたいとかこういう目標があるっていう時にこう頑張れない自分とか、なんか頑張らなくてもいいかって思ってしまうのが、なんか私はすごくもったいないかなって思いました。それは過去の経験を振り返ってそう思いました。どんなにやりたいことがあってもできない時ってあると思うんですよ。それはやる気がないとか頑張れないとかじゃなくて、例えば自分の体調がずっと良くないとか、病気になってしまったとか、自分だけじゃなくて家族とか周りの人が何か問題を抱えていて、自分もそれを一緒に解決しなきゃいけないとか、そういう時って絶対あると思うんですよね。職場かもしれないし、友達かもしれないし、私たちの周りって実は本当にいろんな人と関わってると思うんですよ。なんか自分って一人だなって思うかもしれないけど、働いてたり学校に行ってたりすると、何かしらあると思うんですよね。だから自分はこういう目標があってやりたい、頑張ろうって思った時に何かトラブルがあって、その夢を諦めなきゃいけない時って多分皆さんにも経験があるかもしれません。で、そういう時って
どんなに頑張ろうって思ってももうできないじゃないですか。いろんな問題があって、もう自分がどんなに努力しても頑張ってもできない、そして諦めるっていうパターンになってしまうと思うから、もうそういう時ってしょうがないなって思うかもしれないんだけど、でももし今皆さんが何かやりたいことがある、目標がある、でそういう頑張れる環境がある、そういうことに集中して頑張れる環境がある、でもなんとなくやる気がないとか頑張れないんだったら、やっぱり自分のその気持ちを変えるためにどうすればいいのかっていうのを考えた方がいいと思います。やっぱり何年後かに後悔したくないじゃないですか。しかもじゃあ例えば今年頑張ろうと思った。でもやっぱりいいや、やめよう、やる気がなくてやめました。でもまた3年後に同じことをやりたいって思った時に、その時にはそういうことにチャレンジできる環境かどうかわからないですよね。なんか本当に人って何があるかわからないじゃないですか。ちょっとマイナスかもしれないけど体調が悪くなってしまって、でチャレンジすらできないとか、そういうこともあると思うし、さっきも言ったように周りのこともあると思うから、いつ何が起きるかって本当にわからないと思います。だからこそ頑張ろうって思った時に頑張るのが一番いいと思います。でも分かりますよ。なんかね、やっぱいろんな誘惑があるし、私もさ、仕事中になんかやっぱスマホが気になって見て集中できないなっていう時もあるし、で私この前出版したんですね。多分知ってる方もいると思うんだけど、7月に出版して、自分の本を出版して、でその後ね1ヶ月ぐらいは正直に言うと本当になんかやる気もないし、目標も見失ってしまいました。よくね、燃え尽き症候群っていうなんか言い方があるんだけど、本当に出版までは何年間も頑張れたんですね。本当に自分にとっては大きな目標で、それが本当にありがたいことに運よく叶えられて、で頑張った、よかった、出版できた、じゃあ次どうしようってなった時に、なんか一応いろんな目標が、小さい目標だけどあって、でじゃあそのために頑張ろうって思ったんだけど、でもなんかやる気がない1ヶ月が続いてしまったんですよね。だから本当そういう時の気持ちの切り替えってすごく難しくて、だから私もそういうのは本当に何回も経験しているし、私もなんか人のこと言えないというか、全然ずっと頑張れるタイプではないから、だから本当そういうコメントが来た時になんかよく理解できるなって思って、で私の本当にそんな大した経験じゃないんだけど、ちょっと話してみようかなと思って話しました。でも一つ言いたいことがあって、なんかさっきも言ったように体調が悪いとか、なんかもうすごい悩んでて、もう精神的に辛い時に無理やり頑張ろうっていうのは良くないと思うんですよね。なんかやっぱり休む時はちゃんと休んだ方がいいですし、私がこの動画で言いたかったのは、体調が悪くてもやりましょうじゃなくて、なんか精神的に辛い時に頑張りましょうじゃなくて、その全部の条件、なかなか難しいかもしれないけど、体調もいいし、精神的にもいいし、で何か頑張りたいことがあって、で周りの環境を見ても今自分がそれに挑戦できるっていう時だったら頑張って挑戦した方がいいですよっていう話です。無理やりなんか頑張りましょうっていう動画ではないです。ちょっとシューマイ食べます。頑張るってさ、難しいよね。頑張り続けるって本当にすごいことだと思います。私の周りの人にもいるんですけど、そうやってずっと頑張れてる人って本当に尊敬するし、でもそういう人が近くにいるから、私も時々この人みたいに頑張りたいなって思える時があるので、
そういう人が近くにいるっていうのはすごくありがたい環境だと思います。皆さん何か今目標とかありますか？唐突ですけど、もうこれさっきも言ったようにね、12月に出るから多分来年の目標も2025年どうしようかなって考えてる人もいると思うんですけど、なんかね、目標もさ絶対になきゃいけないっていうわけじゃないんですよと私は思います。個人的にですよ。個人的にね。ただ私は目標がないと頑張れないタイプだから、結構小さい目標から大きい目標をいつも立てるタイプですね。皆さんはどうですかね。なんかこういう話もするとさ、前もあったんだけど、なんか目標って作んなきゃいけないんですかっていうコメントが来たことがあって、ポッドキャストだったかな。全然そんなことないです。なんか私の意見と私の考え方と皆さんの意見考え方は違ってて当たり前です。で、私はそれを強要するつもりはなくて、ただジャパニーズトークってあるように、ちょっとナチュラルに自分の考えとか意見を話してみようっていう動画だから、みんなが私の言った通りにする必要なんてもちろんない本当にないし、私の経験話してなんか参考になったりしたらいいなくらいの動画なので、本当に私全然重要なこと言ってないから聞き取れなくてもいいし本当にリラックスして食べながらちょっと見てもらえたらいいなっていう感じの動画なので、全然本当に皆さんとね意見が違うとは思うんですけど、別にこうした方がいいです、こうするべきですっていう動画ではないので、その辺を理解してもらえたら嬉しいです。じゃあ私はこの後また撮影があるので、ちょっとこれをゆっくり食べてまた撮影に戻りたいと思います何回もぶつけちゃった。じゃあちょっと今日もねまた話し方下手だよね、まとまってなくて申し訳ないんですけど、何か皆さんの意見とか考え方があったらぜひコメントで教えてください。いつも見てくださってありがとうございます。今日はここまでです。バイバイ。